はい、皆さんこんにちは。ガジェログです。今日は Redmi Note 11 Pro の続報をお届けしたいと思います。中国の方ではすでに発表、そして発売されていますので、様々なメディアで情報の方がもう入手できる状態になっています。とはいえ、日本、そして他の国々ですね、グローバル版はまだ発表すらされていない状態ですので、とにかく待ち遠しいというその一言につきます。それで出てきた噂について少しまとめてあります。まず1つ目は2022年第1四半期にグローバル版の発表があるかもしれないという情報が出てきました。来年早々ですね。そして2つ目ですね。SoC がディメンシティからスナップドラゴンへ変更されるかもしれないという情報も出てきています。なるとどんなチップが乗ってくるのかというのも同時に気になってきますよね。そして3つ目にバックパネルの変更があるかもしれないという噂も入ってきています。どうなりますかね。それで私なりにいろんな情報を集めてみまして、今回動画の方をまとめてみました。前回とちょっと重複する部分はあるかもしれませんけども、なるべく新しい情報を入れてまとめてありますので、ご覧いただければと思います。では本日も行ってみましょう。まず新しい情報の一つとして、すでに入手された方が YouTube に上げている動画なんですが、そのリンクの方は概要欄に貼ってありますけども、ご覧いただければと思います。手に持った感じ、そしてボディのこの質感、カラーリングですね、非常にマットな感じで高級感があるんじゃないかなと思います。そしてリアカメラですが、3つのカメラで構成されています。1億万画素、800万画素、200万画素です。右側の上部にはボリュームキー、そして下部には電源ボタンと指紋センサーがあります。左側は何もないですね。これはいつもと同じですね。上部には 3.5mm のイヤホンジャック、IR、マイク、スピーカーがあります。そして下部を見てみますと、スピーカー、USB ポート、SIM スロットがあります。マイクロ SD は SIM スロットと併用する形で使うことになります。そしてこちらはチャイナ版のプロプラスのパッケージとなっています。かっこいいですね。そして同梱物はこのようになっていますね。120W の充電 AC アダプターが入っています。そしてこちらが付属のクリアケースですね。当然ながらドンピシャリという感じです。そして前面から見てみますと、やっぱりパッと見は Redmi Note 10 Pro と本当にそっくりですね。ではボディの質感について改めて見ていきたいと思いますけども、左側のブルーはですね、Redmi Note 11の無印になっていますけども、だいぶ質感違いますよね。11 Pro はやはり iPhone 13 Pro に似たかなりフラットな作りになっていて、とてもかっこいいと思います。このエッジの効いたスクエア型の形っていうのが今のトレンドなのかもしれませんね。そして急に飛びますけども、無印の液晶モデルと、そして11 Pro のねアモレット、だいぶ見るとディスプレイの差っていう感じますね。そして気になるカメラの性能なんですが、Redmi は1年にわたりレベルを磨いてきたということです。1億万画素 2.0 と言えるということです。そして Redmi は1億万画素センサーを最適化しているということです。どのように最適化しているかは分かりませんけども、このサンプル写真を見るからにはかなり綺麗に写ってますよね。そして自動の HDR のアルゴリズムはもっと向上すると思うと述べていました。現在このレベルでもっと向上するというのであればどうなってしまうのでしょうか。このサンプルの写真を見るだけでも本当に綺麗だなと思います。現在私は4800万画素のメインカメラのスマホを使っているんですけども、頑張ってもここまで綺麗な写真はやっぱ撮れないんですよね。相当 AI で加工されているのかもしれませんけども、でもシャッター切っただけでここまで撮れるのであれば本当にいいカメラだなと思われます。続いてディティールについてちょっと見たいと思います。こちらはフロントカメラのピンホールカメラ、針の穴のようだと言っていますけど、 2.96mm のピンホールカメラとなっています。小さいですね。そして上部から見たところですけども、これは明らかに
結構カメラ出っ張ってますね。斜めから見ても、出っ張ってるなという感じがします。センサー大きいので仕方ないのでしょうか。そしてカラーリングですけども、皆さんは何色を狙っているでしょうか。私は個人的にもうグレーかなというふうになっています。それでこちらはパープルとなっています。非常に落ち着いた色合いのライトパープルですね。最近 iPad でもこういったパープル色出してますので、流行りといった感じなんでしょうかね。このカメラ周りの見た感じも非常にいいですよね。そして上部から見てみますと、デュアルスピーカーを監修した JBL のプリントが見られます。やはり前から見ますと他の端末との違いが分かりにくいですね。10 Pro のように見えます。そしてこちらのデータはプロモデルの 67W 充電アダプターを使った時、高速に充電できますよということを言っています。ただ 4000mAh のバッテリーの場合ですけども、10分後には 41%、30分後には 90%、40分後に 100% となるということです。10分で 1000mAh という感じですね。それでどちらのモデルが好きかというアンケートを取ったところ、このような結果となりました。特に充電に関してですけども、1時間で2万2000人のアンケートを集計してみますと、プロモデルが1万人、そしてプロプラスモデルが1万1000人となりました。残りの1000人がデータに反映されていないんですけども、基本的にこれどっこいどっこいという感じでしょうかね。やっぱりどちらも人気があるようです。はい、というわけでここまで Redmi Note 11 Pro の情報を続報としてお届けしました。皆さんが期待していた通りの情報があったかは分かりませんけども、今後私たちが気になるのはやっぱりいつ国内版が発表されるのかということと、そしてその価格ですね。個人的には春商戦の頃かなというふうに思います。もしくはそのちょっと前ぐらいかなというふうに思います。最近は円安に動いていますので、ぜひシャオミには価格面で頑張ってほしいなというふうにも感じています。しかしながらこの国内版の前にグローバル版が発表されるかもしれませんので、それが出ましたらぜひポチりたいなと思います。標準の 6GB プラス 128GB モデルですね。よくあるモデルなんですけども、こちらが3万円ぐらいで出てきてくれたら本当に嬉しいなと思います。ただアリエクとかですとね、ドル換算で販売していますので、やっぱり円安の影響を受けてきて最近ちょっと高いなというふうに思うことが増えました。とはいえ、日本の国内版モデルよりもちょっと安く買えるんじゃないかなとは思いますので、それを期待して来年の初頭ぐらいでしょうかね、グローバル版発表されるのを待ちたいと思います。また新しい情報が入りましたらお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。この動画が参考になった、良かったよという方は高評価、そしてチャンネル登録までの方はお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。